大家好、皆さんこんにちは、ボウヘイです。今回はですね、5万人突破したら質問コーナーをやると言ってた、その質問コーナーをしたいところなんですが、皆さんからの質問の中にあまりにも僕自身の生い立ちとか経歴、プロフィールを知りたい質問が本当に多かったので、こちらにまとめて答えるっていう意味で自己紹介動画を撮っていきたいと思います。それぞれ僕自身の自己紹介なんですが、大まかな生い立ち、経歴やら、なぜ医者になりたいのか、そしてなぜ中国、なぜ北京大学に来たのか、そしてこれから先の思い、この YouTube への思いなど、その4点に分けて語っていけたらなっていうふうに思います。ここ最近の近況はですね、この先いろんな動画上げていくと思うんで分かると思うんですが、病院実習が始まりました。朝早起きして、夕方、夜近くまで授業を受けて、実習をして、で帰ってきて、ジムに行ったり運動したりして、撮影、勉強、編集、土日は部活をしたり、ソフトボールのね、試合もしたりしてるので、こんな感じのなかなか忙しい充実した毎日を送っています。撮影のための準備もね、結構時間かかるんで、時間をうまく使いながら、それこそ今後も紹介していくノーションとかでうまくタスクを管理して、時間を管理していきながら、YouTube の活動を続けることができています。これも一重にね、皆さんの応援、コメントがあってこそだと思うんで、本当にいつも皆さんのこの視聴だったり、応援のコメントだったり、インスタグラムでのね、DM、全然返信はできないんですけど、目は通しているので、そちらの応援が本当に励みになっています。いつもありがとうございます。早速、プロフィールというか、自己紹介に移りたいなっていうふうに思います。僕自身のプロフィールからいきたいと思います。大まかな生い立ちなんですけれども、僕はですね、1999年生まれ、奈良県で生まれました。今現在はですね、24歳になります。誕生日の方はね、クリスマスビログの方で言ってるので、そちらもぜひ見てほしいんですけど、12月24日生まれです。名前はですね、ボウヘイとして活動してるんですが、日本の名前はヒロキっていう風に言います。ひろきさんでも、この YouTube 上ではボウフエとしてやっていくので、ボウフエと呼んでいただければと思います。時々友達といる時とか、ひろきって呼ばれることも多いと思うんですけど、そちらも自然な様子ってことで撮っていければと思います。日本の漢字については、この中国語の発音と、音を合わせてみてねっていうので、皆さんが中国語を知るきっかけになればなっていうふうに思います。北京大学にこの入学するまで日本で生まれてずっと日本で育ちました。奈良県で生まれたんですけど、父親の転勤とともに東京で生まれ育ちまして、小中高とずっと東京の方にいました。小学生の頃、子供の頃どんな子だったかっていうと、本当に本が大好きで、図書館に入り浸るような、そんな子供でした。休み時間のために図書館に行ったり、特に本当に好きだったのは、知ってるかな？ブンダバーとか、デルトラクエストとか、ずっこけ3人組とかも大好きでしたね。やっぱり何より一番大好きだったのはハリーポッターシリーズですね。もう小学生3年生の時に読み始めて、ドハマりしまして、人生で7回以上は周回したかな。英語の本も1回だけ読みました。それぐらいハリーポッター原作中っていうか、大好きですね。一番好きなのはそうですね、ルーピン先生が好きですね。中高の質問多かったんですけど、中高は東京の中高一貫校に通ってました。プライバシー保護の観点からそこまでとどめさせていただきたいんですが、中学は、バスケ部にちょこっといて、その後はもう帰宅部ですね。いわゆるもうゲームばっかりハマって帰宅部になってまして、高校からダンスを始めました。でも医学部受験はもちろん医学部を目指して受験勉強していたので、高校2年生で部活を引退して、ここから勉強漬けというか、一応勉強を集中するっていう感じでっていう高校生活でした。もちろん勉強はしていたんですが、やっぱり医学部受験って高い壁でして、高3の夏にですね、一切勉強ができなくなって、いわゆる病んでしまいまして、一切勉強ができなくなってしまいました。やっぱり勉強って皆さんも苦しんでると思いますし、僕自身も本当に苦しんだ経験があるんですけど、勉強って自分自身の思い描いた通りにならないっていうことが本当にたくさんあるんですね。それに対してその理想と現実とのギャップですごくストレスを感じてしまって、高3の夏に一切勉強ができなくなってしまいました。その弱さもあって浪人することはできなくて、私立大学に進学しました。ちなみに大学の方には2年間だけ在学しました。在学期間、大学生活の中では本当にいろんな人と出会いましたし、インターンや就活、もちろんビジコンとか留学など様々な経験をさせていただきました。やっぱりその中で徹底的に自己分析、自分自身と向き合う中で自分自身はやっぱり何がしたいのか、この中で見つけた答えとして
僕自身は人と関わる第一線で働きたいなっていうふうに思うようになって、もう一度医学部を志すことにしました。それが、現在までの道のりというか、医学部を目指すことになって、でその後、中国語を1年間勉強してですね、中国語を勉強しながら、理系科目、数学、物理、科学を勉強して、北京大学に入学しました。これが大まかなあらすじというか、北京大学入学までの僕の経歴となります。それでは2つ目、僕がなぜ医者になりたいのかを話していきたいと思います。大きな理由は3つあります。まず1つ目、これは弟の食物アレルギーがきっかけです。僕には弟がいるんですが、その弟は生まれた時からいわゆる先天性の食物アレルギーがとても大変でした。食べられないのが乳製品、卵、小麦、大豆など、ほぼほぼ日常生活で触れる食事は大体ほぼ食べられなくて、とても我が家としても苦労したのを覚えています。ある時、僕が物心つくちょっと前ぐらいの本当に幼い時の記憶なんですが、もうほぼ生まれたばかりの弟が一度誤って脱脂粉乳などを含むものを食べべてしまってアナフィラキシーショックを起こしたことがあります。この時の弟の泣き声と母親の動揺と焦りとものすごく鮮明に覚えてまして、顔真っ赤にしてもうヒューヒューと苦しい息で泣き叫ぶ弟に対して何とかしてあげたいって思ったのがやっぱり医者になりたい一番のきっかけでした。2つ目なんですが、これはひいおばあちゃんが亡くなった時です。このおばあちゃんなんですが、高校生の僕から見ても非常に素敵な亡くなり方をした人なんです。ほぼ傷んだり苦しんだりせず、最後在宅で家族に見守られて旅立った。こういった素敵な旅立ちを医師としてサポートできたら、もっと人生が豊かになるなっていうか、素敵だなっていうふうに思った。それがきっかけになります。そして3つ目、これはですね、自分自身の性格です。先ほどの略歴の中でも話しましたが、僕自身徹底的に自己分析をする中で、やっぱり学級委員気質というか、小学校から高校3年生までずっと毎年学級委員をやるような性格で、何かしら人のために行動して、それが感謝されたり、みんなの役に立っているっていうのが、僕自身生きがいというか、そこに自分自身の存在価値を感じることが多くありました。そういった中で、やはり教師や医師、現場に立って目の前の人のために動く仕事をしたいっていうふうに思うようになりました。以上の3つが僕が医師を目指す理由になります。なぜ中国なのかっていうことについて触れていきたいと思います。これはですね、僕自身が日本人の母と中国人の父の間に生まれたハーフだからっていうのも大きいです。母は大学生の頃、中国に留学して、そこで父と出会いました。そしてその中国留学の経験を生かして、日本で中国語を活用しながら仕事をしていました。逆に父はですね、日本に渡航して、今は永住権を持ちながら日本で働いています。両親ともに、母は中国語を使いながら、父は異国の地、日本で日中両国のために、そして利益だけでない働き方をしているというのを僕はすごく尊敬していて、この両親の姿を見て僕自身も中国に留学したいなというふうに思うようになりました。そして中国を選んだ理由は自分自身の付加価値を高めたかったからというふうになります。僕自身ハーフとして生まれ持ちましたが、中国語を学んだり中国の文化の中で生活してみることによって他の人には得られない価値を自分自身につけられるというふうに考えました。日本の医師国家だけでなく中国の医師国家も取ることで自分自身にしかない価値をつけたいというふうに考えたからです。特に中国は人口が14億人もいます。その分競争も激しいですし、いろいろな経験をできるかなというふうにも考えました。中国っていうのは日本にとっても世界にとっても影響力のとても大きい国だと思います。ですが、英語は中学の頃から勉強するのに対して中国語って学ぶ機会なんてありませんよね。そういった中で自分自身の価値も高めることにもつながると思いますし、もちろん一度きりの人生ですし、英語以外の違う言語を学んだり違う文化の中で生活することによって僕自身の人生の経験を豊かにできるかなっていうふうに考えて中国を選びました。そしてなぜ北京大学なのかというところを触れながら僕自身の日中友好への思いを語っていけたらなというふうに思います。小学生の頃、日中関係が非常に不安定になる時期がありました。これは連日の日本のニュースを見たり、中国の中での反日活動、反日運動を見たりしながら、僕自身ハーフの身としてすごく複雑な感情を抱いたのを覚えています。幼いながらに両国は仲良くしてほしい、日本と中国は仲良くしてほしい、その思いが今でも強くあります。大学っていうのは学問を学ぶところでもあると同時に、将来の選択肢や機会、視点を広げたり、友人を増やしたり、そして人生の幅をもっと豊かにしていくものだというふうに思っています。
中国の最高峰の大学に進学することができれば、そこで得られる価値や経験、そして友人っていうのは一生涯のものになるというふうに考えました。僕自身は今後の日中関係を考えてこの大学を選びました。ここで出会う友情を大切にしながら、将来の日中の関係について考えていけたらっていうふうに思っています。そして将来についてですが、まだまだ3年生ですし、病院実習も始まったばっかりというところで、まだまだいろんな選択肢を残している状態になります。もちろん日本や中国でどちらで働くかも決まってないので、両国で働ける可能性を残しつつ、両国のために何ができるかを考えて働いていきたいなというふうに思います。また医師になる身として、医学生の身としても、この生老病死という人間が抱える問題についても深く見つめ合っていきたいなというふうに思っています。以上が僕自身の簡単なというか結構喋りましたが、簡単な略歴自己紹介になります。ここまで見ていただきありがとうございます。僕自身のこの日中友好の思いだったり、これまで歩んできた人生を振り返るいい機会にもなりましたし、皆さんにもこういった思いを持って海外でこうやって頑張ってるというか、こうやって生きてる人もいるんだなっていうのを知ってもらえるきっかけになればすごく嬉しい限りです。この動画をもってですね、自己紹介、一つ大きなプロフィールについての質問を答えるきっかけになりましたので、今後ちゃんとした質問コーナーを、募集して回答する動画も作っていきたいなというふうに思います。インスタ見ていただいている方はわかると思うんですが、溜まってる動画数も多いですし、編集中の動画も多いですし、撮影中の動画も多いというところでね、その質問コーナー募集して上がるのも多分4ヶ月ぐらいラグがあったりはするんですが、そこも含めてご了承いただければと、お待ちいただければと思います。今後も引き続き、皆さんのモチベになるような動画を提供できればと思いますし、また笑っていただけるようなというか、中国をこうやって面白く紹介したり、おしゃれに紹介したりしながら、日常の身の回りの生活も紹介していけたらというふうに思っていますので、ぜひぜひですね、チャンネル登録してお待ちください。グッドボタンも忘れずよろしくお願いします。長々と語りの動画を最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。再见。